今回のイベントでパエトウーサが登場しましたね。そして鉄血についても軽く言及されています。昔は指揮官と敵対していたんだな程度の理解でも問題はないのですが、前作をプレイしていない方だと気になる部分ではありますね。せっかくなので今回は鉄血について詳しく紹介してみようと思います。ドルフロイチのネタバレがあります。鉄血は前作で序盤の主要敵勢力を担当していました。後には味方陣営にも加わり、実際に運用することも可能になりました。このように鉄血は前作で重要な立ち位置を持っていた勢力なのですが、ドルフロニでは意外と言及が少ないです。鉄血への言及はたまに出てくる程度でした。ロード画面で鉄血技術が公共財になったくらいでしょうか。よく見かけるゴリアテやダイナーゲートももともとは鉄血の技術でした。今回のパエトウーサイベントでついに鉄血関連の話が本格的に登場した形ですね。鉄血構造は2031年に設立された兵器製造企業です。家庭用人形を主に生産していた IOP とは雰囲気がかなり異なります。鉄血の人形たちはウィコリスという科学者によって設計されました。ペルシカとは長年の友人関係です。人形たちが使用するネットワークも少し異なります。IOP はセナープロトコル、鉄血はオーガスプロトコルを使用しています。オーガスという名前は以前リバ・レイニー関連の話でも紹介しましたね。かなり複雑な事情を抱えたシステムなのですが、詳しくはリバ紹介動画をご覧ください。鉄血は軍需産業で徐々に勢力を拡大していましたが、ある日、人形たちが暴走して人間職員を全員殺害する誇張事件が発生します。そしてドルフロイチ開始時点では、暴走した人形たちが周辺地域へ徐々に勢力を広げていました。その近隣地域の防衛を担当していた民間軍事会社 G&K は、鉄血人形を相当する任務を引き受けます。そして鉄血付近の S09 エリアを新任として赴任してきた指揮官に任せることになり、ドールズフロントラインの物語が始まります。鉄血の人形たちは効率を重視した垂直的な指揮体系を持っているのが特徴です。最高指揮官であるエリザ・エルダーブレインがボス人形たちを統率し、各ボスがその下の一般人形や兵器を指揮する形になっています。この垂直的な構造はかなり強圧的な指揮形態で、一般人形は感情を持たず、ただ命令に従うよう設計されています。ボス級人形たちも効率を最優先し、より高位権限を持つ鉄血の命令に従うようになっています。最高権限を持つエリザ、そしてその直下のエージェント、その下に他のボスたち、さらにその下に一般鉄血が存在する構図です。デザイン面では全体的に黒を基調としています。さらにビーム兵器や刀剣など未来的な武器を使用しています。ほぼ民生用人形で旧式武器を持っているグリフィンとは対照的ですね。軍需用人形ということもあり、鉄血の人形たちはかなり強力に描写されています。人型以外にも多種多様な機械兵器を保有しています。最も有名なのはダイナーゲートでしょう。他にもボリアテのような自爆兵器や四脚歩行戦車のようなマンティコアも存在します。さらにジュピターという巨大砲台もありました。このように通常兵器もかなり強力です。そしてボス級人形たちは序盤ではグリフィンをかなり苦しめるほど強力でした。つまり人形そのものの性能では鉄血の方が優れています。指揮官の指揮能力で押し負けただけで個体は非常に強力に描かれていました。ドルフロ1中盤以降になると様々な出来事を経て鉄血はグリフィン陣営へ加わることになります。これについては後ほど説明します。
鉄血はドルフロイチ序盤の主要的勢力でした。そのため鉄血の話を全て語ろうとすると、ドルフロイチ序盤のストーリー全体を説明する必要があるので、今回は簡単に圧縮して話したいと思います。ドルフロイチを始めると、AR 正体が何らかの重要情報を探索しています。しかしエージェントという鉄血のボス人形と遭遇します。戦闘になりますが歯が立たず、かろうじて逃げ延びるところから物語が始まります。先ほど触れた通り、指揮官は近隣地域に赴任したばかりで、簡単な鉄血残党掃討作戦を言っていました。そんな中、上層部から新たな任務が下されます。現在逃亡中の AR 招待メンバーを連れ戻せというものでした。指揮官はグリフィンの人形たちを率いて AR 招待を回収し、次々と鉄血のボス級人形たちを撃破していきます。指揮官の作戦は順調に見えましたが、鉄血はカサウイルスという切り札を準備していました。このウイルスを利用してグリフィンへ大規模空襲を仕掛け、グリフィンは大混乱に陥ります。その後グリフィンの反撃作戦が始まりますが、事態はそう簡単には進みませんでした。AR 小隊が巨大砲台の攻撃を受けたり、複数の鉄血ボスに襲撃されたりもします。また M16 アンペア1が重要情報を持ち帰るためにわざと傘に感染し、最終的に鉄血側へ変質してしまう事件もありました。その後グリフィンは正規軍と協力して大規模な鉄血掃討作戦を開始しますが、正規軍は鉄血だけでなくグリフィンまで排除しようとし、物語はさらに複雑化します。軍の攻撃によって鉄血の勢いも急激に衰えていきますが、残存勢力を最大限に集結させます。エリザは遺跡とつながる重要存在だったため、軍はエリザの確保を狙い、エリザ自身も遺跡を探していました。そしてパルディスキ基地でついに遺跡オブジェクトが発見され、指揮官、軍、鉄血、パラデウスが激突する中、エリザは M4、M16 と共に彼岸スペースへ姿を消します。垂直的な鉄血の特性上、エリザ失踪後は急速に混乱へ陥り、ボス級人形たちもチリチリになります。その後詳細な描写はされていませんが、グリフィンは散らばった鉄血人形を1体ずつ取り込み捕獲していきます。もともとグリフィンに友好的だったボス級人形もいましたし、スバローグ重工の協力を受けて捕獲したケースもあったようですが、この部分はかなり曖昧に処理された印象がありますね。そうして大半の鉄血がグリフィンへ転向し、実際にゲーム内でも使用可能になります。そして物語後半の重要戦闘が続く中、鉄血も指揮官の重要部隊の一つとして共に作戦を遂行します。ドルフロイチ終了後、残存鉄血がどうなったかについてはあまり語られていませんが、今回の分かれ道イベントをクリアするとヒントを見ることができます。記録を見る限り、ロレン所属の観光小隊として編成され、プラハ地域などで危険度の高い任務を遂行しているようです。イベント内の言及を見る限り、スイーパーはテスト人形だったようです。実際ドルフロイチにはスイーパーという鉄血は存在しませんでした。またグリフィンと鉄血が協力関係になったことを知らないということは、エリザ失踪直後、鉄血が崩壊した時点が最後の記憶なのでしょう。おそらくボス級人形たちも各地へ散ってしまい、テスト人形まで面倒を見る余裕がなかったのだと思われます。それとスイーパーがどうやって鉄血人形たちを勧誘したのか気にしていましたが、ストーリー的にはいろいろあってグリフィンへ来た後、強制テストに合格して初めて実践任務に参加できるらしいです。ゲーム的にはいちごチーズケーキを与えるだけで好感度が最大になっていました。スイーパーもケーキ一つ食べる。以上、鉄血についての簡単な紹介でした。
入れたい内容はもっとたくさんあったのですが、長くなりすぎる部分を削ってもこの量ですね。次回は鉄血の核人形たちについても紹介してみたいと思います。ありがとうございました。